トレンドラインを抜けた。一度戻ってきた。ロールリバーサルだと思って入る。でもその瞬間だけ少し伸びて、結局は逆に行く。あるいは入った直後にそのまま踏み上げられる。こんな経験はないでしょうか。トレンドラインのブレイクからのロールリバーサル。手法としてはすごく有名ですし、実際に教科書でもよく出てきます。だからこそ多くの人が抜けた、戻った、ここで入るという形を覚えます。ただ実際に自分でやってみると思ったほどうまくいかないという方も多いのではないでしょうか。一方でチャートを見ると確かにロールリバーサルが綺麗にはまっているところはある。この差は何なのか。このような場合に考えられる原因として、ラインの引き方、時間軸、相場の文脈、この3つのズレが挙げられます。この動画ではトレンドラインのブレイクからのロールリバーサルがうまくいかないという方に向けて、よくある3つの原因を整理しながらどう直せばいいのか、その対策を解説していきます。抜けたと思って入るとやられる。戻ってきたから入ったのに反転しない。トレンドラインを使っているが成績が安定しない。そう感じている方は今回の内容に当てはまるものがないかどうか確認してみてください。ではまずですね、一つ目のズレから見ていきたいと思います。一つ目はラインの引き方のズレです。これが発生してしまうのは一言で言うと、誰も注目していないトレンドラインを引いてしまっているからということなんですけれども、これは本当にですね、最初の頃はみんなやると言っても過言ではないくらいよくあることだと思います。どういうことかというと、皆さんはこういうトレンドラインを引いたことはないでしょうか。例えばこちらはドル円のチャートなんですが、ここで大きく下落していることがわかります。直前の反発の起点だったここの安値もブレイク。その後反発が始まったのを見て戻り売りだと考えます。で、その戻り売りのタイミングを測るために、こういうトレンドラインを引いて、このラインを抜けるのを待ちます。で、今このトレンドラインを下に越えてきましたので、このように戻ったところでエントリーとします。はい。で、その後一瞬下がるんですが、そのまま担ぎ上げられて損切りになる。このような負けの形です。今引いたこのトレンドラインなんですが、一見すると良さそうに見えますよね。でもここにトレンドラインの落とし穴があって、トレンドラインって2点定まればどこでも引けてしまうんです。例えば今の場面なんですけども、こういうトレンドラインも引こうと思えば引けますよね。最低2つの高値、あるいは2つの安値を2点見つければ、とりあえずそれっぽい斜めのラインが出来上がります。そしてラインを引くと分析してる感が出ます。線がチャート上に1本入るだけで、なんとなく相場の流れを理解した感が出る。ここが最初の落とし穴なんです。ではなぜこのように、とりあえず2点高値や安値を通る斜めのラインを引きたくなるのか。それはエントリーしたいからです。このようにトレンドラインが引けて、それをブレイクすればエントリーができるかもしれない。結構ですね、このトレンドラインをブレイクして、ロールリバーサルでエントリーするっていうのは、テクニカル分析の中でも割と初めの方に知るテクニックだと思います。で、最初の頃って新しいことを覚えたら試したくなる。これは自然な感情ですし、みんなそうだと思います。そうすると無意識的にそれを探しに行くんですね。でも本来エントリーというのは相場がこう動く。その結果そこに優位性が生まれるからエントリーとなるべきところが、エントリーしたいためにそうなるような都合のラインを引いてしまうということになってしまうんです。例えば今の例のように上昇している値動きを見て2回反発の起点になっている場所があったとします。例えばこことここですね。そうするととりあえずそこを結んで上昇トレンドラインを引く。そして次にそのラインを下に割ったらショートを考える。さらにトレンドラインを割った後に一度ラインまで戻ってきたらここはロールリバーサルだと思って入る。で、今度はこことここの安値に注目してトレンドラインを引く。で、またトレンドラインを下に割っているので、戻ってきたところで入る。こういう流れは多くの人が経験していると思います。でもそこでうまくいかない。なぜか。理由はシンプルで、そのラインを見ているのが自分だけだからです。ここで大事なのは、ラインが引けるかどうかではなく、相場参加者に意識されているかどうかという点です。自分の目には綺麗なラインに見えても、他の市場参加者から見れば別に重要でも何でもない。たまたま2点、3点が触れているように見えるだけ。特にエントリーしたい気持ちが強い時ほど人はラインを探し始めます。最近エントリーできてないな。ここにトレンドラインが引ける。ラインをブレイクしてきた。ロールリバーサルで下がるかもしれない。でもそういう風に引いたトレンドラインっていうのは、実は相場を分析しているのではなく、入りたい理由を後から線で作っているだけっていうことが多いんです。つまり問題は線を引くこと自体が目的になってしまっているっていうことなんです。本来トレンドラインは値動きの流れを読むための補助線です。こういう上昇トレンドを築いているときに、そのガイドとなるラインを引くことで視覚的にわかりやすくなる。でも最初の頃というのはそれが逆転しやすいです。
流れを読むために線を引くのではなく、線を引いたから流れが読めた気になってしまう。このズレが起きます。しかもラインを引くという行為は分析している感が強いので、余計にそこへ意識が集中しやすくなります。すると、チャート全体の流れよりも目の前の一本のラインばかりを見るようになります。ではその結果、引いたラインでどうなるのか。まず、ラインを抜けても何も起きません。なぜなら、ラインそのものに注目が集まっていないからです。自分はロールリバーサルを期待しているのに、市場全体はその線を重要視していない。または存在すら認識していないので、ラインを抜けてもその後押し目買いや戻り売りにつながるような大きな注文が発生しないからです。そうすると一瞬だけ反応して下がっても続かずに、結局は踏み上げられる損切りになってしまうということになってしまいます。ではどういうラインが危ないのか。典型例はとりあえず2点通るから引いた線です。ここでの修正ポイントはシンプルです。とにかくラインを引くということをやめて引くラインを厳選します。相場で意味があるのは自分が引けるラインではなく、多くの参加者が見ていそうなラインです。この視点に変わるだけでトレンドラインの精度はかなり変わります。要するに一つ目の原因はラインの質の問題ということができます。市場が注目していないラインを基準にブレイクやロールリバーサルを狙ってもうまくいかなくて当然なんです。まずは自分がラインを引いているのか、それとも相場の流れを読んでいるのか。この違いを認識することがこれから修正をしていくための最初の一歩になります。では続いて2つ目のズレを見ていきましょう。2つ目のズレは時間軸のズレです。これは短期足だけで流れを判断してしまっていることで発生します。このことを理解するために実際のチャートの例を使ってよくあるトレンドラインブレイクのロールリバーサルでの失敗例を見ていきたいと思います。こちらのチャートはドル円の15分足です。このチャートを使ってトレンドラインを引いてみたいと思います。するとこういうラインが引けます。ではこの後の予想を見ていきましょう。はい、今ですね、このライン際でもう一度反応して、そこからラインを上にブレイクしてきました。で、その後少し下がってトレンドライン付近まで戻ってきましたので、ロールリバーサルを狙ってエントリーしたとしましょう。はい、そうすると少しは反発し始めるものの、途中で失速してしまって大きく下げて、反発の起点となったここの安値を割り込みます。普通に考えれば損切りになってしまっている場面だと思いますが、こういうような動きを経験したことがある方少なくないと思います。では反落したここの部分ですね。この部分に印をつけて4時間足を見ていきたいと思います。4時間足の様子です。先ほど5分足で印をつけたところがここなんですが、どうでしょうか。だいぶ様子が違いますよね。直近の流れを見ると、このような下降トレンドになっています。このチャートでトレンドラインを引いてみると、こういう下降トレンドラインが引けると思います。ではもう一度先ほどの5分足に戻っていきます。そうすると、先ほど4時間足で引いたこの青の下降トレンドライン、この直前のところから反落しているということがわかります。ということで、ここまでの流れを整理すると、15分足では確かにトレンドラインを引けて、さらにそのブレークを確認し、上方向へ流れが変わる兆しが出ていたこと。そこでライン際まで押したところでロールリバーサルを狙って買いのエントリーをしたものの、すぐ上には15分足より上位の時間軸である4時間足で反落の可能性のある別のトレンドラインが控えていた。そして実際にそこから強く下落してくる動きに巻き込まれてしまった例です。こういう負けのパターンも最初のうちはかなり経験することが多いのではと思います。そしてトレンドラインブレイクのロールリバーサルが効かないと感じるときによくありがちなのが、今見ているチャートだけでラインを引いてしまうということ。そしてそのラインをブレイクして流れが転換していくと判断してしまうことです。特に始めて間もない頃というのは、今自分が見ているチャートの時間軸、例えば5分足や15分足の中だけでトレンドラインを引きがちです。もちろんそれが無意味というわけではないんですね。実際に短期足のラインで反応することもあります。今さっき紹介した例でも15分足のトレンドライン自体は、例えばこういうところやこういうところで反応はしていますよね。それからロールリバーサルに関してもトレンドラインを抜けた後に押してきたこういうポイントであったりとか、こうしたところというのはリターンムーブがきれいに発生しています。ただ相場というのは今目の前で見ている5分足や15分足だけで完結しているわけではありません。さらに長期の時間軸である日足、週足、月足といった時間軸の世界が存在します。そして相場を動かしているメインプレイヤーである機関投資家、大口投資家と呼ばれる勢力の資金というのは一般的に長期の時間軸に流れ込みます。そのため短期の時間軸の動きはそうした大きな資金の流れである長期の時間軸の流れに影響を受けやすくなります。にもかかわらず、今見えている5分足や15分足の小さな動きだけをもとにトレンドラインを引いてしまうと、自分では根拠のあるラインに見える。
ブレイクした流れが転換していくかもとなっても、市場全体や大きな資金を動かしている人たちは、もっと大きな時間軸の流れや節目を見ていることが多い。そうすると短期のラインを抜けたというだけでは、大きな資金を運用している勢力からは認識されなかったり、全く重要視されずに元々ある大きな流れに押し戻されてしまう。だからラインを抜けたのに伸びない。ラインまで押した戻ったから入ったのに続かないという負け方になります。結果、トレンドラインブレイクが効かないと感じやすくなるんです。これが短期足だけで完結している時に陥りがちな落とし穴ということになります。では次に3つ目のズレを見ていきたいと思います。3つ目のズレは相場の文脈とのズレです。これは特にトレンドラインという線だけを見て相場の文脈、特に上位足を見ていないことで発生しやすい問題です。で、ここが今回の動画の中で一番大事なポイントになります。僕の個人的な見解としては、トレンドラインでうまくいかない場合というのは、ラインそのものやラインを割ったことに目が向きすぎて、全体の流れを見られていないことにあるのではと思っています。ここでもまずはよくある失敗例を紹介していきたいと思います。今、ポンドドルの4時間足を表示しています。このような上昇トレンドラインが引ける場面です。1点、2点、3点、4点通る上昇トレンドラインですね。先ほどの2つ目の原因で紹介したように、今回は短期足だけでラインを引いているわけではありません。自分が引いたラインの近くに別のラインが走っていないかどうかも確認していたとしましょう。そんな中で、価格がトレンドラインを下に抜けた。さらに一度戻ってきた。そうすると、こう思うかもしれません。トレンドラインを割った。戻りも入った。じゃあ今度はこのトレンドラインがレジスタンスになって下がっていくんじゃないか。これはロールリバーサルだ。この考え方自体は一見すると理にかなっています。ではこの後の動きを見ていきます。トレンドライン際まで戻ってきて少しは下がるんですけれども、でもその動きが続きません。反対にそこから担ぎ上げられて、ラインを破る前につけたこの高値を上に抜けてしまいます。これもかなりよくあるトレンドラインの負けパターンだと思います。ラインを抜けた。だからロールリバーサルを狙ってショートをした。でも逆に行く。なぜだろうってなりますよね。では今回の場所をこのように印をつけて、日足の様子を見ていきたいと思います。こちらが日足の様子なんですけれども、日足を見ると上昇トレンドが発生していることがわかります。先ほど4時間足でトレンドラインをブレイクしたところが、この青いボックスのところ、ちょうどここから反発していっていることがわかります。この価格帯をもう少し細かく見ていくために、フィボナッチを使っていきたいと思いますが、このようにフィボナッチリトレースメントを使うと、ここが直近の上昇の 38.2% の水準になっています。フィボナッチリトレースメントというのは、押し目の目安を測るためのツールなんですけれども、その 38.2% から 61.8% の水準というのは、押し目として意識されやすい価格水準です。なので、今回のケースなんですけれども、トレンドラインを割って下がってきたのですが、その下がってきたところが上位足の押し目水準だった。だから、押し目買いが入りやすいところで売りを仕掛けていたっていうことなんです。ここでの問題は何かというと、それはラインを割ったという事実だけに注目しすぎていることにあります。トレンドラインを割ってそのままトレンドが転換していくこと確かにあります。でもラインを割ったっていうのはあくまで一つの要素でしかないわけです。それがどういう状況で発生したのか、トレンドラインを抜けた先の価格の位置はどんな場所なのか、そういった文脈をきちんと把握できていないと、自分が売り場だと思っていたところは絶好の買い場だったということになり得ます。今回の例がまさにその例なんですけれども、トレンドラインを割って下がってきたところは上位足から見れば押し目買いの水準。実際そこから買い勢力が入ってきて、そのまま担ぎ上げられてしまったという例です。ラインを割った、戻った、ロールリバーサルで動き出すというパーツしか見ていないで、それがどういう状況で起こっていたのかを見ていないと、こういうことは容易に起こってしまうんですね。ラインを引くのは重要です。ブレイクを見るのも重要です。でもそれ以上に重要なのは、それがどういう状況で発生したのか。ブレイクして到達した価格はどんな場所なのか。その文脈をしっかりと押さえること。そこが最も大切な点です。ではどうしたらいいのか。ここまでトレンドラインのブレイクからのロールリバーサルのよくある失敗の原因を3つ見てきましたけれども、次からはどう修正していけばいいのか、その対策を解説していきます。ではまずは一つ目のズレであるラインの引き方のズレに対する対策をお話ししていきます。動画の前半でお話ししたように、市場が注目していないラインを引くから、それをブレイクしても何も起きない、伸びないとお伝えしました。なので、一つ目の対策は、引くラインを厳選し、市場に注目されるラインだけを引くことです。ではそれどうやって引くのか、実際のチャートを使って解説していきたいと思います。まずはこちらのチャートを見てください。
トレンドラインを引くときに高値と安値でラインを引きますが、高値安値と一言で言ってもいろいろありますよね。例えば、ここも高値ですし、ここも高値、ここなんかも高値です。で、安値についても、ここも安値ですし、ここも安値、ここにも安値があります。先ほどトレンドラインは2点定まればどこにでも引けてしまうとお伝えしました。だからこそ、とりあえず2点通るラインを引きまくってしまわないように注意する必要があります。ここで大事なのが、細かい動きではなくて大きな動きに注目するということ。相場の動きをうねりに着目して見ていくと、このように波を描いて動いていることがわかります。トレンドラインを引くときは、このうねりの起点になっている高値と安値を用いてラインを引いていきます。そしてこのうねりの起点になっている高値をスイングハイ、安値をスイングローと言います。スイングハイとスイングロー、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんが、テクニカル上の詳しい定義っていうのはあるんですけれども、今はそれを理解するよりも、この相場の大きな動きに着目できるかが重要なので、今の時点ではうねりの起点の高値安値と覚えていただければ OK です。詳しい定義は概要欄に関連動画を貼ってありますので、そちらを参照してください。で、スイングハイローはインジケーターを使うと簡単に表示することができます。実際に表示してみると、このようになるんですが、今緑のラベルがついている高値、これがスイングハイ。赤のラベルがついている安値がスイングローです。このインジケーターも詳しい使い方の動画と一緒に概要欄に載せておきます。さて、スイングハイローなんですけれども、これらの高値と安値を使ってラインを引くことのメリットが2つあります。まず1つ目は、大きな資金の流れでラインが引けるということ。うねりを作っているということは、そこで大きな資金が動いているということ。じゃないと、こういうところで流れが変わりません。その少し手前は上昇していたのが反落して下落に転じています。ということは、このうねりの高値のところでは非常に大きな売りがあったということです。だから、これらの高値安値というのは市場の注目が集まります。そして、このスイングハイやスイングローで引いたラインというのは、必然的に大きな資金の流れに沿って引いたラインということになります。ですので、それらを結んで引いたトレンドラインは、他の高値や安値を結んで引いたラインに比べ圧倒的に市場で注目されやすいということですね。そしてメリットの2つ目が、ラインを引くときの高値と安値に基準付けができるということ。動画の前半でトレンドラインのような斜めのラインは2点定まればどこにでも引けてしまうとお伝えしました。皆さんもですね、トレンドラインとか水平線を覚えたての頃に、とにかくラインを引きまくってしまい、チャートが線で溢れてしまった。結局どれが重要だかわからなくなったっていう経験ないでしょうか。これっていうのはラインを引く基準がないからこうなってしまいます。だからこそ、ラインを引く対象の高値と安値をスイングハイとスイングローに絞るという基準付けをすることで、とりあえず2点通る斜めのラインを引きまくってしまうという問題を避けることができるんです。では続いて2つ目のズレである時間軸のズレに対する対策をお伝えしていきたいと思います。前半部分で短期足だけでトレンドラインを引いてしまったり、そのブレイクを相場全体の流れだと思ってしまい、結果としてブレイクしても何も起きない、伸びないとお伝えしました。じゃあ短期足を見るのをやめればいいのか。ここでの対策はシンプルです。短期足をやめることではなく、短期足を最後に見るものへ順番を変えます。今回の問題ですね、根っこにある一番の問題は、エントリーに使う5分足や15分足をそのまま判断の中心にしてしまうことにあると思います。例えば15分足でトレンドラインを引いて抜けた、戻った、だから入る。この手順だけで完結してしまうと、相場の方向性を見失いやすくなります。結果として相場の流れと逆方向の不利なところでエントリーをしてしまうということになりかねません。短期足はあくまでタイミングを取るための拡大鏡です。拡大鏡だけで全体の地図を見ようとすると、どうしても対極の流れの判断を誤ります。だからラインを引く順番を変え、長期足から短期足の順番で引いていきます。なぜ長期足から引くのか。先ほどもお伝えしたように、大きな資金は一般的に長期足に流れるからです。まず上位足で対極の流れを確認する。その上で短期足を見て、初めてそのブレイクにどういう意味があるのかを判断する。こういう順番で見ていきます。そうすると、同じ15分足のトレンドラインブレイクでも、これは本当に流れが変わるブレイクなのか、それとも対極の流れの中のただの揺れ戻しなのかが見えてきます。では先ほど2つ目の例として使ったこちらのドル円のチャートを使って、長期足からラインを引いていくということを行ってみたいと思います。で、ラインを引くときは長期足から短期足の順番で引くと言いましたけれども、長期足どこから見ればいいのかわからないという方も多いかと思います。で、僕がいつもお伝えしているのは月足から引くということです。これはスイングトレードをするにしても、デイトレードをするにしても、月足から見た方がいいのは共通です。
月足っていうのは1ヶ月にローソク足が1本しか確定しないので、しょっちゅう動きが変わるものではありません。なので、自分が監視する銘柄はあらかじめ月足にもラインを引いておき、最低1ヶ月に1回、ラインを引き直すなどのメンテナンス作業が必要になるかどうか見直すということをお勧めします。ではまず月足から見ていきたいと思うんですけども、今の時点の状態だと、この直近の動きにですね、トレンドラインを引けるというものはありません。ですので、今回は月足はスキップです。続いて週足なんですけれども、週足で引くとすれば、ここのスイングローとここのスイングローですね。を使って、こういうラインは引くことができますね。ただ現在の価格からはまだ距離がだいぶありますので、これは将来大きな下落が発生した時に、このライン近くに価格が下がってきた時にどういうふうに反応するか、そこを見極めるために使用するということと、で、あとは将来もう少し値動きが進展するのに従って、ラインの位置を微調整するといったことは必要になります。で、次、日足なんですけども、日足だと、ここにスイングローが3つありますので、そうすると、この3点を通るラインが引けます。そうすると、今ちょうど価格がこのトレンドラインのところまで到達したところにあります。で、次、4時間足なんですけども、4時間足は先ほどの例でも引いたように、この青のラインを引くことができます。で、1時間足なんですけども、このように引きで眺めると、先ほど4時間足で引いた青のトレンドラインが1時間足でも引いていることがわかります。ということで、1時間足では特に引く必要はありません。で、1時間足まで引いてきましたけれども、ここでようやく短期足である15分足や5分足を見ていきます。今15分足を表示していますけれども、先ほど引いたように水色のトレンドラインが引けます。で、それをブレイクしたところにあるんですけれども、このように長期足から順番にラインを引いていくと、今この価格が存在している場所の意味もわかりやすくなると思います。では今この価格帯どういう場所なのかというと、先ほど1時間足で見ましたけれども、上側は4時間足の下降トレンドラインで、下側は日足の上昇トレンドラインで挟まれた場所に位置しています。こういうのを三角持ち合いと言いますけれども、三角持ち合いというのは方向感のないレンジ相場ですから、その方向感のない中で、しかも上にずっと売り手に抑えられてきた4時間足の下降トレンドライン。この下降トレンドライン、ずっと売り手に抑えられてきている中で、今後どうなっていくかわからないですよね。で、そのトレンドラインが控えている中で、ここで買っていたっていうのが2つ目の例なんです。ということで、短期足だけでトレンドラインをブレイクしたと見る場合と、上位足から順番に状況を見ていく場合とでは、ここで発生した15分足のトレンドラインブレイクの意味合いというのは、全く変わってくるということが理解していただけたのではないかなと思います。上位足からラインを引いていく。確かに最初はめんどくさく感じるかもしれません。月足とか週足で引いたラインなんて次いつ到達するのかわかりません。先ほど週足で引いたこちらのラインもそうですよね。ただ先ほどもお伝えしたように相場の動きというのは長期の動きが短期の動きに影響するというのが基本です。それに長期の動向を抑えることで大きな資金を運用している人たちが作る対極の流れを抑えることができます。加えて別のメリットもあって、それは長期足のラインってそのまま買い足のラインになることが多いんです。今回の例なんかもまさにそうだと思うんですけれども、例えば今回4時間足で引いたこの下降トレンドライン、1時間足でも同じラインがトレンドラインとして通ってますよね。だからこういうのは上位足と下位足で共通して使えるんで、わざわざ下位足の方で引く必要はないんです。結果として厳選してラインを引くことにもつながります。ですので対局の流れは把握できますし、実はラインも効率よく引けるというメリットもあります。また今回ラインを引いた時のように、上位足のラインは下位足にも表示するようにすると、対局の状況を常に忘れないでいられるので、そのようにしておくのがいいと思います。トレーディングビューのチャートの場合は、ラインをダブルクリックして、ここの可視性というタブのところに行くと、表示する時間軸を選ぶことができます。これもぜひ試してみてください。では続いて3つ目のズレである相場の文脈のズレに対する対策をお伝えしていきたいと思います。前半部分でトレンドラインのブレイクでうまくいかない場合、ラインそのものやラインを割ったことに目が向きすぎて、全体の流れを見られていないことにあるのではないかとお伝えしました。トレンドラインを割ったとしても、それがどういう状況で発生したのか、ラインを抜けた先の価格の位置はどんな場所なのかを把握していないと、自分は売り場だと考えていたら、実は絶好の買い場だったというように、相場の流れと逆を言ってしまうことになる。これに対してどうやって修正をかけていくかっていうところなんですけども、これは上位足の文脈に沿ってトレンドラインのブレイクを使うというものです。どういうことか、まずはこちらの図を使って解説していきたいと思います。左右両方とも上昇トレンドが発生している場合を例にとったものなんですけれども、まず左の例から見ていきたいと思います。
左は上昇トレンドの過程で一時的にさらに小さい上昇トレンドラインが引けていたとします。そしてそのままトレンドラインを下にブレイクしてきました。ライン近くまで戻してロールリバーサルから再び下方向に動き出すかもしれない場面です。右は同じ上昇トレンドの過程で一時的に下降トレンドラインが引ける動きが発生したとします。そしてそのトレンドラインを上にブレイクしてきました。同じようにライン近くまで価格が戻って、ロールリバーサルから再び上方向に動き出すかもしれない場面です。さて皆さんは左と右でどちらが大きく動き出すことが考えられると思いますか？動画を3秒止めますんで少し考えてみてください。ではこの場面を上位足の文脈で捉えていきたいと思います。黒のラインを上位足、赤いラインを下位足と捉えてください。左の図の場合、赤い小さなトレンドラインは下に割ってきました。ただ上位足の流れは引き続き上方向です。一方の右の図というのは、赤い小さな下降トレンドラインを上に越えてきました。上位足の流れも引き続き上方向です。ここで先ほどお話しした相場の上位足と下位足の関係の話を思い出してください。相場では上位足の動きの方が下位足の動きより強い。下位足の動きは上位足の動きに影響を受けやすいんでしたよね。ということはトレンドラインを上位足の流れと同じ方向である上方向にブレイクした右の図の方がこれから伸びていきやすいのではというふうに考えることができます。もともと長期では上方向の流れが出ていました。その中で一時的に下落する動きが発生し、その下落の抵抗線として機能していた下降トレンドラインを上にブレイクしてきた。それによってもともと発生していた上方向の動きが再開する可能性が出てきたということになります。左右の2つ、トレンドラインをブレイクしてロールリバーサルで再び動き出すという形は全く同じなんです。でもそれがどこで起きているのかによってその意味は全く異なります。左は小さなトレンドラインを下にブレイクした。流れが下に向かう兆しが現れた。けれどもそこは上位足の上昇トレンド真っ只中のところだった。右は小さなトレンドラインを上にブレイクした。そしてそこはもともと上位足の上昇トレンドが真っ只中のところだった。右の方が相場の追い風を受けて伸びていきやすそうだっていうことが考えられますよね。ではここまでの話を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。先ほど3つ目の原因で使ったポンドドルの4時間足のチャートです。先ほどの例ではこの青の上昇トレンドラインを下に割って戻ったところでロールリバーサルを狙って損切りになった場面ですけれども、ここの下がっている部分を1時間足で見ていきたいと思います。1時間足の様子なんですけども、そうするとここの部分で下降トレンドを形成していることがわかります。このような下降トレンドラインを引くことができます。ではこの後の予想を見ていきましょう。はい、今トレンドラインを上にブレイクしてきました。はい。そして、ライン近くまで一度押してから再び反発。綺麗なロールリバーサルの形になっています。では今度は少し左のここの部分の動きについても見ていきたいと思います。まずは日足でここの部分を確認していきたいと思いますが、すると、このような上昇トレンドラインが引ける場面です。で、この部分を1時間足で見ると、このような下降トレンドラインが引けます。そして先ほど日足で引いたこのオレンジの上昇トレンドライン。ここ一回下に抜けるんですが、そこから急反発して、1時間足で引ける緑の下降トレンドラインを上に抜けました。続きの動きを見ていくと、その後、この緑の下降トレンドラインの近くまで押してきてから再び反発しています。これも一つ目の例と同じ文脈ですよね。上位の時間軸である日足で上昇トレンドが引けている場面で、そのラインまで下がってきた。そしてそこで下位の時間軸である1時間足の下降トレンドラインを上にブレイクして、ロールリバーサルから再び反発で元の上昇の流れが再開したというものです。はい。ではさらに動きを進めて、この付近の動きを見ていきたいと思います。先ほど引いた日足のトレンドラインを少し延長させていくと、ちょうど価格がトレンドラインのところに到達したところです。再び4時間足の様子ですが、この時点ではまだトレンドラインが引ける状態にはなっていません。1時間足を見ていきましょう。今3点の高値を通るトレンドラインを引くことができます。はい、今ちょうどこのトレンドラインのところで長い上髭をつける形で反落していますが、さらにこの後の値動きを見ていくと、今トレンドラインを上にブレイクしました。そしてトレンドラインの近くまで押してから再び反発しています。はい。ただその後伸びきらずに失速して、この安値を下に割り込んでいますので、これはおそらく損切りになる例ですね。ここの安値を損切りにしている場合は、しっかりと損切りをしないといけないところです。ということで、トレンドラインブレイクからのロールリバーサルの例3つ見てきましたけれども、動画の前半の原因の3つ目のところで紹介したものと、
後半で紹介したもの、トレンドラインのブレークからのロールリバーサルという形は同じなんですけれども、それが起きた文脈は全く違うという点を理解していただけたのではないかなと思います。左は上昇の流れに向かって売りを仕掛ける例、右は上昇の流れの方向に買いを仕掛ける例。左の例というのは、例えるならば、上りのエスカレーターを逆向きに下っていくようなもの。頑張って走れば下の階まで降りていくことはできますが、少しでも足を止めると元の位置に戻されてしまいます。右の図は上りのエスカレーターに乗ってじっと上まで上がるようなものです。自分が歩かなくたってエスカレーターが上まで連れて行ってくれます。このように上位足の方向に沿った方向でトレードをすると、相場の助けを得られやすく、値幅も得られやすいです。これまでは至るところにラインを引き、あらゆる方向でトレンドラインをブレイクしたらエントリーしようとしていたという方、上位足の文脈の方向でトレンドラインのブレイクを使うということを意識してみると、変化の一つのきっかけになるかもしれません。短期足だけを見ていたときは、ラインのブレイクの形が出るたびにチャンスに見えていた。そういう方は少なくないと思います。でも長期足から短期足の順番で落としてみるようになると、同じトレンドラインのブレイクの形が出ても、これは見送るべき形だな、これは上位足の方向と揃っているから候補になるな、というように動きを選別できるようになります。つまり全部のブレイクに反応する状態から意味のあるブレイクだけを選べる状態に変わるわけです。トレンドラインのロールリバーサルを使うなら、形だけに反応してはいけません。先に見るべきは対局の流れ、そしてブレイクが起きた文脈をしっかりと読むことです。その全体像が見えて初めて、短期足で見るブレイクがただの形から意味のあるタイミングに変わります。はい、ここまでトレンドラインのブレイクがうまくいかない場合の原因として3つ紹介してきましたけれども、心当たりがあるものはありましたでしょうか？1つ目で紹介したラインの引き方に自信がないなと思った方は、こちらの動画でラインを引く時のコツや注意点について解説していますので、合わせて視聴してみてください。また2つ目3つ目で解説した上位足含めた対局の把握、長期の流れをしっかり抑えるという点をもっと鍛える必要があると感じた方は、こちらの動画を確認していただくと、今回の動画の内容をより深く理解できると思います。